このように広州の13校で始まった、東アジアの近代、その後実は上海に、場所を移して展開されるようになります。上海の後は長崎に移っていくんですけども、まず上海のことを少しご紹介したいと思います。上海に移ったのはまず商人たちですね。アヘン戦争によって中国は5つの、港を開港するようになりました。で、上海がその一番大きかったわけですね。で、そこで商社が移って、当然中国商人もそれに、それと一緒に移っていくわけです。それで、上海のバンド、中国では外灘というんですが、バンドで、一つの疎開が、正式に、成立するようになります。ここでもやはり広東の人たち、広州の人たちは実は実権を握っておりまして、特に金融の面で彼らの勢力が一番大きかったわけですね。で、その疎開の周りに中国人の、外国人のためにサービスする人たちが、たくさん集まる。で、これは、実は、後々になって日本に同じスタイルに、そのままなって移っていくわけですね。日本の中華街、皆さんご存知かと思うんですが、大体居留地のそばにあります。横浜も神戸も、実は函館も全部そういう形だったんですね。なぜその中華街があるかというと、居留地があるからです。その原型が全部13校にあるというふうに私は考えています。それは商社たちの話なんですが、文化的に、この現象を見ますと、まずやはり宣教師たちが、どんどん上海に集まってきます。最初は散らばっていたんですが、やはり上海が中心地だったわけで、この上海に集まってメディアハウスという人を中心に、このバッカ圏という言葉を使うんですが、そのバックっていうのがそのメディアハウスの中国名の最初の文字なんですね。彼の家の周りという意味で文化圏が形成されます。で、そこで渤海書館という印刷所兼翻訳所みたいなものが、併設されまして、そこで文化生産が始まるわけです。で、当然その周りに、中国人の知識人たちも集まってきて彼らを助けますんで、今度は中国の近代的な知識人も生まれます。つまり開港地知識人。今までの中国の華僑試験を受けて出世するようなケースと違う、全く外国人に頼って生活をする知識人。これは新しいパターンですね。実は中国の近代の知識人の中心がそこで、この、開港地知識人に、移っていくわけ。それは非常に大きい、歴史的な現象かと思います。で、まず資本の方が移っていきます。簡単にその推移をたどっていきたいと思います。上海の地図なんですけれども、この真ん中のところはそのいわゆる疎開バンドという場所ですね。外国人がここに、大体集まるようになっていたわけです。最初はいくつかの重要な商社、ラサエルとかあるいはそのジャーティン・マセソンとか、最初はこういう形で点々と、建物を作っていたわけですけども、60年代になりますと、これだけの商社が集まるようになりました。で、一番代表的なのはやはりこのジャーティン・マセソン、一番中心的な場所で大きい建物を建てていました。で、そのスタイルが実は日本に入ってきます。1859年に安政の開国が、幕府によって推進されるようになりましたけれども、そこにまず長崎の開港地にこのほぼバンドをそのままミニチュアの形で移すようになりました。で、ここは長崎の居留地の最初の地図なんです。で、会社を見ますと、進出の会社を見ても、ほぼ13校の会社、その後上海に進出した会社、そのまま店頭商社とか会社とか、
あるいはそのジャーティン・マセソンとか、ラセール商会とかとほぼ日本にやってくるわけですね。その中心人物はやはりこのトーマス・クラバーです。で、彼がジャーティン・マセソンの社員だったんですけども、1859年開国の段階になると一番に派遣された。で、彼はその後独立するわけですけれども、日本に、上海からあるいはヨーロッパから武器を輸入して、薩長を応援したという話は皆さんご存知だと思うんですが、実は彼が常にその、ジャーティン・マセソンの支持といいましょうか、それとの連携でこの商売をやっていたわけです。で、もう一つはやはりこの香港上海銀行の、支店の成立ですね。ご存じのように、この日本は当時まだ、為替のような概念がなくて、全部国内で運営してたわけですけれども、その外貨の交換等々のノウハウというか経験なかったわけですから、香港上海銀行がここで支店を、置くようになって、そのノウハウを日本に、教えていたわけですね。これが後に建てられた建物なんですけれども、その役割が非常に大きかったんです。特にこの銀行の裏って言いましょうか、それを支えていた人々はほぼ13校の人というかその会社だったわけですね。サッソン商会、ラッセル商会、テント商会、あるいはジャーティン・マセソン商会というような商店の、責任者たちが実はこの香港上海銀行を作ってアジアの金融覇権をこう握っていこうという趣旨で、作られた銀行なんですね。それが長崎に拠点を置いてたという、これも非常に大きい。その後この同じ空間、コピーされたような形で横浜の方にも現れて、こういう居留地が作られるようになります。特にジャーティン・マセソンがその一番のいい場所といいますか、要するに居留地の一番地に会社を置いて設立して経営していたわけですね。でもう一つは、ちょっと話が戻りますけれども、文化的に見ますと、同じような現象が生じていたわけです。まず宣教師たちが先ほども言いましたように、上海に移ってこのバッカ県の一円で教会、それで印刷所、それで病院を作ります。で大体30名ぐらいの宣教師がここに集まるわけですけれども、彼らが再度、聖書を翻訳出します。で最終的には25万部を作って、その一部はどんどん日本に、郵送するわけですね。そういう形で、日本でもそういう聖書、中国で出された聖書が広まるようになります。全部で要書171種類を作りました。もちろん彼らでは単独ではできませんので、中国人のスタッフ、特に華僑試験に失敗した人たちがそれを手伝っていたわけです。だから日本の幕末にいろんな海外情報が入ってくるんですけれども、それをまとめて文球新聞という概念を使いますが、その文球新聞の中身を見ますと、オランダ系は3種類、上海系は5種類なんですね。情報量が圧倒的にこっちが多いということが分かります。こういう外国人、そして中国人たちが協力して、この上海で西洋の情報を作り出したというふうに考えていいかと思います。これは当時のその渤海書館という場所なんですが、今は記念館になって誰でも見学できるようになりましたけれども、彼らがこの最大の当時世界最大規模のあるいは最新の機械を作って聖書を印刷していました。牛が道路電気なかったんで、牛で引いてもらって回転させていたわけですね。こういう形で170種類の本が作られたわけです。で、地理の本もあるし、それで歴史の本もある、あるいは雑誌もある、それで医学の本もある、数学もある、天文学の本もある。こういう形で
全部はこういう科学の本じゃなくて、いわゆる伝道のよう宗教の本もあるんですが、基本は彼らは科学伝道、あるいは書籍伝道という言葉を使って西洋の知識を中心に伝えようとしていたわけです。こういう形で、中国の、中で、若干流布したんですけれども、主の、市場といいますか、一番たくさん流布したのはむしろ日本だったわけです。このように実は日本政府というか、幕府が非常に積極的にこれを翻訳の事業を展開していた。特に雑誌の場合は生の情報が随時に入ってくるんで、アメリカの選挙とか、あるいは中国の例えば第二次アヘン戦争の情報とかもう全部リアルに伝わってくるんで、日本の武士たちが非常にそれを愛読してた。というふうになります。もちろんその、幕府もあるいは改正条ですね、時の東京大学になる改正条のところでも翻訳はされました。こういう形でいろんな本が、出版されて、例えば私はその彦根藩を調査したんですけども、彦根の藩の中に開国文庫というものがありまして、こういう本が全部残っています。それを見ますと、例えば、当時の武士たちが何を読んだかって分かりますから、例えばイギリスの歴史、これ英国史ですね。あとは連邦史略、これはアメリカの歴史です。で、もう一つは核物単元。これはいわば科学論というか、科学史的なものなんですけども、そういうものを、当時の武士たちが、自分の藩の学校で、勉強していたわけですね。一番突出で流布が大きかったのはやっぱりこの医学賞です。ホップソンという人がさっきの葉っぱの後をついて、特に上海で活動するわけですけども、彼の本が実は、日本の蘭学の医学賞を超えて、流布するようになります。この内科親切とかあるいは婦人科婦衛親切、つまり、婦人と、子供の病気を治すその具体的なその方法等々を書いていました。で民間もこれに大変協力的というかいろんな翻訳事業を担当していました。老商館という、東京の一つの本屋なんですけども、この西洋の本を中心に、地図も含めて、たくさん、印刷して、世間に送り出したわけです。でそのどうやって入手したかということですけれども、やはりさっきも言いましたようにその長崎というルートをですね、三宅権在という蘭学医ですけれども、彼がこっそり実は上海を長崎を通して上海に本を注文するという証言を残しています。で最後ですけれども、長崎じゃあ具体的にどういうその近代的なものが展開されてたかといいますと、これはその役割が大きい分当時はみんな認識してたんですけども、実は維新後あんまりこれを強調しなくなりました。一つの理由としてはやはり日本が直接西洋と関係する、その部分を強調して、中国の役割、唐人屋敷の役割はあんまり認めたくなかったという背景があるかと思います。ただ歴史事実を見ますと、やはり、たくさんの中国人がここに来て、でたくさんの書籍を持ち込んだ。それで日本の全国の武士たちが長崎に来て彼らと交流する。でもう一つは現地の通訳さんたちがたくさんいて、その交流を助ける。そういうもう大交流があったわけですね。でそのおかげで実は幕末が非常にその活発ないろんな運動ができた。坂本龍馬、勝海舟のような人物がどんどん長崎に来て上海の情報を得てそういう活動をしてたわけですね。その中で実はとても重
重要な人物も生まれます。後で紹介しますけれども、ガレイ氏という、これは日本の近代の中で忘れてはいけない人物なんですけれども、彼はそういう通訳さん、つまり東通寺の出身でした。東神屋敷はもうあんまり紹介する余裕がないんですが、要するにおよそですね、1万坪のような土地に、常時2、3000人の中国人がそこに滞在するという場所、です。で、今の中華街というのがあるんですけれども、それは、その後、増築されたっていうか、倉庫として使われた場所に相当するんで、本来の元々の東神屋敷はもう今、ほとんど、廃墟に近いような形でほとんど保護されていません。その辺も非常に問題で、出島がすごい保護されてるんだけど、東神屋敷はほぼ放置されています。ただ役割を考えると、私は半々ぐらいの役割を果たしたんじゃないかというふうに考えています。これは長崎港の地図なんですけども、右手に出島が見えて、左にその東神屋敷、ちょっと山の斜面に沿って作られてるんですけども、その小さい四方形のその出島のようなものが実は今の中華街、当時は新地と言っていました。で、その対象となる、つまり交渉するその相手はどうなっているかというと、これは中国の上海の近くに沙浦という港があって、そこから船が出発して長崎に来る。実は当時日本があちこちで台風等で漂流民も発生しますけれども、漂流民たちも全部ここに送られて、それで日本に帰国するようにという両国間の両政府間のそのやり取りというかルールがあったわけですね。だからこの作法についても実は今日本ではほとんど知られていません。でも多くの日本人がここを経由して日本に戻ってくる、帰国するというのが非常にこれも重要な場所です。で、もう一度出島と東神屋敷を比較しますと、東神屋敷の場合はやはり一番多いのは船の出入りの数ですね。オランダ船はだいたい年間10隻で決まっているんです。でも、中国の場合は最初は相当多かったんで、一時は159隻の時もあるんですけども、最後は年間30隻くらいでした。ですので、やはり規模的にもこっちが大きかったわけですね。で、中身を見ますと、これだけの、1万坪ぐらいの中で、東人たち、つまり中国人たちが生活して、日々貿易の仕事に従事していました。中で、例えば、芝居をやったり、祭りをやったり、あるいは音楽祭をやったり、それで、日本の芸者さんを呼んで遊んだりというような生活をしていた記録がこういうふうに残っています。で、その中でじゃあ全部商人たちじゃないかと。文化とそんなに関係ないんじゃないかと言われるでしょうけれども、実はその中に文人たちがたくさん入っておりまして、今の我々の調査では350名ぐらい確認できています。いろんな記録は残っていますけれども、彼らが例えばいろんな交流をやっていて、その中で中国の伝統文化という近畿書がですね、まず琴。琴っていうのは日本のことと違って、月金という楽器なんですけれども、日本に伝わってて、当時は非常に流行っていました。坂本龍馬の奥さんであるお龍さんもそれを習っていたわけですね。それで、あとは囲碁です。で、これも長崎発祥です。ここは時間ないから省略しますけれども、あとは書ですね、書道。伝統的に日本が中国の書道を影響を受けてますけれども、この時期になると中国人が直接に来て交流するという、現象が生まれるんで、こういう文人たちが非常に重宝されていました。あとは画ですね、つまり絵画で、これは中国人がたくさん文人が、ここに来てて交流するわけですけども、いわゆる長崎派という日本の絵画の中でちょっと特殊な、
派閥を作るようになります。それがこういう文人たちの活動によって成立し、若干中国の文人化っぽいのような展開をしていました。で重要なのはこの武士たちが全国からやってくることなんです。長崎遊学といって本来は今まで全部そのシーボルトが作った塾に入るとか、あるいはオランダ人と交流したいとか、そういう記録は強調されるわけですけども、ただ一方やっぱり中国人とも交流したいという記録がたくさん残っております。重要なのはやはり中国からも情報を得られるということです。で、有名人でいうと例えば漢学者の来山陽、吉田松陰、高杉晋作、あるいは大隈重信、岩崎弥太郎のようなこういう江戸時代活躍した、特に後半で活躍していた武士たちがどんどんここに来ます。来山陽のことはちょっと日本の開国とそんなに関係ないんですけども、吉田松陰、例えば彼が英語も満州語も勉強したいというふうにここで中国人と交流するわけですね。あとは大隈重信、これ早稲田を作った人なんですけども、彼も友人から中国の先ほどの栄冠志略のような本を友人に送ったりしてて、その情報を広げるという役割を果たしていました。あとは三菱を作った岩崎弥太郎もここで中国人と接触して勉強する、特に海外情報を収集する。あとはその場所ですけど、どうやって彼らが交流したかって、これは一つの重要人物がここで登場しますけれども、小曽根剣道という、地元の有力実業家ですけれども、彼が勝海舟、あるいは坂本龍馬とも交流があって、特に龍馬の妻であるお龍さんを一時預かっていた人でもした人です。重要なのは彼は中国人とたくさん交流し、中国の篆刻ですね、ハンコを彫る、そういう技術を覚えてて、実はその後明治天皇の玉璽っていうのは日本の国のハンコですね。それを最初に彫った人なんですね。やっぱりこの中国人と交流して技術を持ってて、で非常に信頼されてた、という経緯があって、この下の方ですけれども、最初のこの天皇の玉璽を、彼が作ったということで非常に有名なんですね。彼でも書も画も非常に優れていて、相当中国人との交流の中でいろんな技法というかを勉強してたというふうに言われています。で交流の現場ですけれども、これは中国人と、いわゆる来白新人と日本の現地の武士たちが一緒に書いた書画が、たくさん今でも残っていますので確認することができます。でもう一つの交流の場ですけれども、これは遊郭です。花月楼という、遊郭、丸山遊郭の中にあるんですけども、この、場所も非常に大事で、彼らが常にここに来て芸者と遊びながら、その情報交換、交流をやっていたわけですね。この建物は今でも残っていますんで、その中を見ますと、ちゃんと中国人が、畳に座れないから椅子を用意してその交流の現場を確保していた。で下に展示室があって、その歴史が全部ここで記録されていますんで、今でもその交流の様子を多少伺うことができます。でもう一つは先ほども言いました通詞の存在、唐通詞の存在で、彼らが大々的にそれを摂取として、職業として唐通詞をやっていたわけですけれども、今確認できるのは1644名です。ただ実際は重複もあるんで延べですけれども、実数は826人今確認できます。でそれだけの大集団が活躍していた
わけですね。その中でそのガレイ氏という人が非常に突出できてて、彼は、長崎奉行の命令を受けて英語を勉強し始めます。誰に勉強するかというと、実は中国人の船乗りさんなんですね。直接イギリス人と接触できないので、中国の船乗り、つまりイギリスの船に乗った中国人に英語を習う。そこから実は日本の英語学が始まるわけですね。で、彼がその後どんどん出世して自分ができるようになってから塾もやったり、あるいは勝海舟の通訳もやったり、特に一番彼にとって光栄な仕事は倉使節団の通訳さんになったわけですね。そういう意味で、彼は世界を、全部その英語を通して、あるいは外交を通して、情報を把握して、モンデスキューの法の精神という本まで翻訳していました。彼はその英語を高めるためにこのフルベッキという宣教師にも習ってどんどんその英語力を高めていたわけですね。彼以外にもこの英寧という人がこの人も後々日本の外務省に入って中国との交渉の一端を担うようになります。で、出世したこの統治たくさんいまして、例えば大久保の、当時の首相の通訳をやった人とか、あるいは上海の領事になった人とか、あるいは台湾総督府の通訳さんになったとか、大阪裁判所の嘱託になった人とか、この統治たちも日本の維新に明治維新に大変貢献していたわけです。最後です。ちょっとまとめたいと思います。やはり広州、上海、長崎という3つの空間によってこの近代がどんどん東に移動してきたということ。で、もう一つはこれ単に近代の空間の移動だけじゃなく知的空間、知的生産の現場も移動する。で、そのルートを我々ちょっとここで確認することができたかと思います。それがまさに近代文化の誕生というふうに私は理解しています。数百人、武士たちも数百人、現地の通訳さんも数百人、中国から来る、人たちも数百人という大集団の、交流によって、その長崎のいわば近代文化、それで窓口としての役割が実は成立していたわけですね。だから日本と西洋は直接ではなくて真ん中にこういう、中国的な要素みたいなものがやっぱり、入れないと近代文化の、現場を我々はちょっと理解できないんじゃないかというふうに思います。だから日本の近代文化を考えるときにそれは日本の内部だけじゃなくてそのアジア史あるいは世界史の一環として理解する。でその今まで不在とされてきた中国的な要素も入れてアジア的な要素も入れて考える。これようやく今でいう地域史の全体像が見えてくる。でそれはそのまま日本の近代文化史の再構築見直すにつながるんじゃないかというふうに私は思っています。簡単でありますが、以上私のお話を終了させていただきたいと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。